はようございます。たかしです。本日は3月7日木曜日、ただいま10時3分。それではポンド円、ドル円の相場分析をやっていきましょう。最初にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。内容はポストプライムのプライム会員とほぼ同じですが、ポストプライムのプライム会員、そしてノートのメンバーシップ、それぞれに良さがありますので、使い勝手のいい方でご利用ください。詳細は動画の最後をご覧ください。では前半はポンド円、後半はドル円をやっていきます。まずはポンド円の冷やしからです。現在冷やしは昨日もそうですが、ここのところダブルトップですね。ここの冷やし単位では小さなダブルトップを描いての下落中。そして GMMA の青帯までの現在は調整の下落と考えております。まだ GMMA までの青帯少し距離がありますので、もう少し下落余地はあるとは思ってますが、そろそろこのダブルトップのネックラインも近づいてきましたので、もう少し下げる余地はありますが、そろそろ反発も近いというところは考えておきたいですね。ストキャスティクス MACD は今弱い状態ですので、本日も基本的には下落方向を見ておきたい。昨日はじり下げという感じだったんですね。日足で見ると陰線になってますが、1時間足とか4時間足を見ているとじり下げかなというそんな感じに見えますので、分かりにくい下げ方をここ2日間ほどしておりました。本日も朝方から下げてきておりますが、この下落がどこまで続くのかを見ておきたいですね。ダブルトップの下落が完成すれば比較的大きく下落していくと思いますので、まだ現在は基本的な上昇トレンドの中の調整の下落中と見ておきたいです。では4時間足です。先ほど言っていたダブルトップがここですね。日足のダブルトップの現在ネックラインが黄色丸です。この辺りを目指して今下落中ですね。今の雰囲気ですとこのまま黄色丸ぐらいまで下げていきそうな感じもしますが、189円ぐらい、その辺りまで下落する可能性を考えておきたいです。ストキャスティクスはそろそろ安値圏に入りかけてますので、まだ下げる余地はありますけれども、そろそろ反発のタイミングも近くなってきているっていうところは念頭に置いといてください。まずはこの黄色丸安値を目指してそこを下抜けるかどうかですね。この黄色丸安値を下抜けてくるとダブルトップ完成からの大きく下落が考えられますので、その辺の流れに乗っていけるといいかもしれません。現在はこのオレンジの切り上げラインを今抜けてきているんですが、このローソク足が確定する頃に明確にこの切り下げラインを下抜けするかどうかっていうところに注目ですね。そして現在は強く下落中ですが、こういう下落の時は飛び乗らない方がいいと思います。しっかり一旦落ち着くのを待って戻り売りを考えていく、買い足で戻り売りを考えていくのが安全ですので、急激に下落している時とか上昇している時って飛び乗りたくなることもあるとは思いますが、そこは飛び乗らずに一旦の戻しを待つのが安全です。では1時間足です。1時間足も収録をしている間にどんどん下げてきておりますので、編集が終わる頃にはチャートの形が変わってそうですので、まず今目指しているターゲットが先ほど言っていたここですね。ここが先ほど4時間足で言っていたダブルトップのネックラインになりますので、189円ぐらい、この辺りまでの下落を考えておきたい。ただしこの水色のラインとかも意識されてくるところになりますので、現在地付近で反発するのか、今下抜けそうになってますので、このまま下抜けてしまえば189円、このオレンジの水平線ぐらいまでは下落してくると思いますので、その辺までの流れに乗っていきたい。そして1時間足ではちょっと分かりにくいんですが、昨日一昨日はすごく分かりにくい動きをしていたんですけれども、15分足を見ると比較的分かりやすい下落トレンドを描いてますので、現在のポンド円、ドル円もそうなんですが、15分足の下落トレンドに乗っていく。そうするとトレードが分かりやすいと思いますので、上位足は分かりにくい形を描いておりますので、買い足で短くトレードしていくのがいいと思います。では次、ドル円の日足です。ドル円日足は GMMA の青帯に接触してきております。そろそろ日足としても反発してもおかしくないところですが、ストキャスティクスもう少し下げる余地がありますのと、MACD も弱いので、やはり基本的に本日は下落方向に動きやすいと思います。ただ現在地は149円付近になりますので、若干今下抜けてきてますが、現在地付近っていうのは反発しやすいところ、GMMA の青帯にも接触してますので、現在地付近で下げ止まるのであれば、ここからの反発上昇を考えておきたいんですが、先ほど言ったようにストキャスティクスもう少し下げ余地があるので、本日もしここから上昇するにしてもそれほど大きく上昇はできないと思いますので、基本的にドル円もポンド円も戻り売り、短く戻り売りをしていくのがいいと思います。では4時間足です。4時間足にはオレンジの水平線を引いてますが、現在はここ149円付近 148.9 というこの水平線ですが、その辺りに来ております。ここ下抜けてくると 147.6 ぐらいまで下落すると考えます。ただし先ほど日足で見ていたように、現在地付近っていうのは日足の GMMA が走っておりますので、この辺りは下げ止まりを起こしそうなポイントでもありますので、売り目線でいる方はそこはご注意ください。ストキャスティクスも安値圏、ただ日足のストキャスティクスがもう少し下げる余地があると見ておりますので、基本的には戻り売り、上がったところから売っていく戻り売りスタンスがいいと思ってます。では1時間足です。1時間足では三角持ち合いを下抜けまして、そこから
からの下落がダラダラとずっと下げてきている状態ですね。本日のこの朝の下落、結構急激な下落ですよね。昨日とか一昨日の下落はちょっと分かりにくかったんですけれども、今日の下落っていうのは明確に陰線連続で強い下落だということが分かります。そして現在は 148.8 付近ですので、この辺りで反発できるのか、それとも先ほど言ったもう一段下ですね、ここ 147.6 付近まで下落していくのかっていうところを見ておきたいです。基本的には先ほどポンド円でも言いましたように、15分足が綺麗な下落トレンドを描いておりますので、その15分足の下落トレンドに乗っていくのがトレードはやりやすいと思います。ただしそろそろ一旦の反発ポイントに来てますので、一度1時間足の GMMA ぐらいまで戻してくる可能性がありますので、本日はじりじりと上昇するのを待って、そこからの下落の流れっていうところに乗っておくと分かりやすいんじゃないかと思いますので、先ほども言いましたが、強く下落している時っていうのはそこに飛び乗りたくなりますが、基本はそういうトレードはしない方がいいと思いますので、しっかりと上昇してからの次の下落、戻り売りを考えるようにしておくといいと思います。まずは一旦の下げ止まりを待って、調整の上昇後の下落の流れをイメージしておくと安全です。それでは本日は以上です。この動画が分かりやすいと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。毎朝更新の相場分析に加え、週末には分かりやすいスキルアップ動画を投稿してます。FX で勝てるかどうかは知識量の違いが決め手です。週末動画でどんどんその知識を蓄えていってください。FX を基礎から学びたい、知識レベルを上げたい、そんな方のお悩みを解決します。またノートでは有料マガジンを含め複数の視聴プランをご用意してます。ノート限定の掲示板機能ではリアルタイムな相場の気づきも投稿してます。ノートメンバーシップは初月無料ですので、ご入会を検討されるなら今がお得です。また限定動画だけをご希望なら YouTube メンバーシップでもご視聴いただけます。詳細は概要欄をご覧ください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。